皆さんこんにちは。おゆきチャンネルのおゆきと申します。筆記契約シャープ4、18等級前半を実況しながら見ていきたいと思います。まずは選択している契約の紹介です。こんな感じで選択しているんですが、排水の陣をね、選択していないので、防衛ラインの耐久値が1でも残っていればクリアとなります。編成はエイヤ・フィアトラ S3 ランク7。サリア S3 ランク7を使ってます。シャープ4は本当にいろいろな攻略があるんですが、私が今回ね、なんでこういうオペレーターを選んだのかと言いますと、私は別でね、挑戦任務1から8まで、前半は6までなんですが、トータルして8までの動画を出す予定なので、そちらも考慮した編成っていうことと、すごくわかりやすくて、簡単な攻略なのかなと思いましたので、こちらの編成を選んでます。まずね、エイヤ・フィアトラと、サリアは初期星6キャラで、割とその連動もそこまで高くなくてもいいですね。スキルランク7で十分です。旗持ち戦法、天人かもしくはエリジウムなんですが、ここ実はね、コストブースト役はそこまで必要じゃないんですね。なのになんで入れてるのかというと、この下の段のね、カシャ、グム、ポデンコなんかが私は星4入れてるんですが、皆さん、高レアなんかで代用したりするかなっていう時に、コストがね、ちょっとカツカツになってしまう可能性があったんで、もうそしたら初めから天人化入れておこうかなっていう感じでね、天人化を入れてます。で、カシャですね。カシャは最後のラッシュで、スタンが欲しいんで、カシャを選んでるんですが、もっとね、連動型が昇進2にしてるキャスターとか、例えばキョウベとか、そういうオペレーターがいるんであれば全然スタンはいらないです。で、次、回復重装、グム入れてるんですけど、ここもね、殲滅力次第で全然、回復なくても正直いいです。ただ、グム昇進1でね、星4で、持ってなかったとしても、別の、スポットとか、カーディなんかでも代用できますので、この辺も結構自由度は高いですね。で、次、減速補助の枠にポデンコ入れてるんですが、昇進1レベル60ぐらいでやるならもうポデンコ推奨ですね。他、星6の昇進2にしてて、アンジェリーナ、アンジェとか、スズラン入れれるんだったら、いろいろね、代用は可能なんですが、ポデンコとはスキルも全然違うので、そちら、調整は必要になってきます。ポデンコで何がいいのかというと、この辺は見ながら説明していった方がいいかな。編成の紹介はこんな感じなので、そしたら攻略の方を見ていきましょう。はい、まずは、コスト回復役の天人化ですね。初めにも説明しましたけど、コストブースト役はそこまで必要じゃないんですが、せっかくね、枠も空いてるんで、入れないっていう選択肢よりは、入れて安定を取った方がいいかなと思います。で、ポデンコ左。で、カシャ右ですね。でそして、エイヤ・フィアトラ。別でね、挑戦任務の動画1から8まで出す予定なんですが、もうほとんど一緒です。ただちょっと例外、今8だけね、2週目に追加される契約の挑戦任務8だけちょっと例外になってます。それは、シャープ3でもそうでしたよね。で、エイヤ・フィアトラのスキルを打ちたいんですが、だいたい目安としては、この辺でね、大体この巨像がこの辺に、範囲に入るかなって時ぐらいに打ってもらうといいです。ただ、巨像はね、今回はこのスルーする方法なんで、巨像の HP を減らしたいんではないですね。あくまで目安です。で、サリア。で、天人がもうコスト回復役終わったんで撤退させます。はい、こういう風に見てたらね、マドロック隊のシールド持ちが、結構厄介っていうか、結構いっぱい来るんですが、ポデンコはね、術ダメージ与えれて、このマドロック隊のこのシールドは術ダメージじゃないと剥がせないんで、スキルを打つことで、集中して火力を与えられるっていうのと、プラス減速効果があるんで、もうこのね、やっぱ短い距離の中でどれぐらいダメージを稼げるかっていう風になってくると、ポデンコすごい刺さってますね。
ポデンコのスキル。プラス回転率がすごくいいっていう。こういう風にね、よく来るんですよ。間隔がそんなに、間隔短くてね、結構やってくるんで、この回転率がいいポデンコの S2 がすごい使いやすいですね。はい、ポデンコ。もうこんな感じでやっぱ回転いいんですぐに使えます。で、シールドは術ダメでしか剥がせないんで、しっかりと剥がしてくれる。プラス減速もかけてくれる。いいですね。で、巨像は、もう通します。巨像はさよならです。排水の陣取ってないんで大丈夫ですね。で、次、サリア。サリアのスキル、巨像範囲外でって書いてるんですが、もう巨像を通したいんで、巨像を足止めする必要はないってことですよね。もうこの辺で打ったら大丈夫です。ここ巨像範囲入ってないんで、ここで打って、マドロックのこの遠隔のマドロック体を、減速かけて、通り抜けないようにする。そしてポデンコも一緒ですね。巨像範囲外で打つことで、ここにね、スキルを打ちます。じゃないと、青マスに近い順に向かってスキルを打ってしまうんで、マドロック体に向かってこのスキルを発動しちゃうと、意味がないので、このね、巨像範囲外でポデンコのスキルを打ちます。はい、処理します。巨像は通して、で次、エイヤスキルですね。ここ、エイヤスキルはボンバークラッシャーと、あとシールド持ちのマドロック体を溶かしたいんですが、この辺ですね。もう正直スキルランク7もいらないっていうレベルですね。もうこの辺になってくると。ただ最後のラッシュでやっぱ7ぐらいは欲しいかな。はい、マドロック体の遠隔攻撃。この辺はね、最後にサリアを置いていることで、一応高台オペレーターは守られてますね。で、もう一体巨像がやってきます。巨像をね、どうしても倒したいっていう方は、別途そういうコーレアの動画も出してますし、ただ、巨像の処理の仕方としてはもう本当にね、巨像って倒すのもいいんですが、うまくスルーできるのであれば全然スルーしてもいいと思いますので、こちらの動画参考に、してね、クリアできたら、個人的にはすごい嬉しいですね。次、ボブ王子とマドロック隊じゃなくてもうマドロックですね。マドロックが来るんですが、サリアのスキル。とりあえずサリアのスキル。目安としては、この辺ですね。だいたい、ボブ王子とマドロックが範囲に入るところで、スキルを打って、ポデンコ打って、で、エイヤですね。これで集中砲火することで、マドロックは解けます。マドロックの HP はちょうどなくなるぐらいですね。でから、ここですね。ちょっとさっき説明、ちょっと戻りますね。ここのグム。ここのマドロック遠隔攻撃の、こいつは止めておきましょう。じゃないと、強化マスを踏んで歩いてくるんで、まだね、このボボウジを倒さないといけないんですよ。なんで、ポデンコとか、ちょっと死んじゃうと、結構その、ボボウジ削れきれずに、耐久値が、減って、クリアにならないので、ここのラッシュを処理終わるまでは、マドロック体止めておきたいですね。で、巨像は通します。巨像はバイバイです。で、ポデンコ、貨車。これもね、巨像範囲外って書いてるんです。これも一緒ですね。ここで売っちゃってもしゃあないんで、マドロックの巨像にはダメージを与えても意味ないんで、この範囲外で貨車と、ポデンコのスキルを打つと。ポデンコ貨車ですね。で、大体これぐらいの連動の編成で、スタンも入りつつ、ギリギリ削れます。ギリギリ削れきれるんで、これ以下の編成にするんであれば、エイヤとかサリアの連動が結構高くないときついですね。もう配置上限はもう0使い切ってるんでね。あとエイヤ、サリアで全然上乗せはできるんで、なんとかなるかなとは思うんですが、
もし同じぐらいのレベル帯でやるって方は、せめて貨車、せめてポデンコは、星4では使ってほしいですね。ちょうどですね。ちょうどギリギリ削り切れました。はい、そしたらもうここ、グムとポデンコは撤退しておきます。ポデンコを撤退する理由は、遠隔攻撃でどうせ落ちるからですね。こんな感じで、貨車とエイヤの術攻撃で削って終了です。が、やっぱり挑戦任務が最近のキッケ役ではちょっといろいろ難しくなってきてるんで、特に挑戦任務の8が個人的には一番難易度が高いのかなと思いますね。挑戦任務の1から7までは、ほぼほぼ同じような編成、同じような攻略、足りないところは別のオペレーターで補ってっていうような形をとってます。そういう方針でね、最近動画を撮っているんで、全体的に、全部ね、そのメダルのコンプ、していきたいけど、編成を毎回変えたくないっていう方のためにね、そういう考えでやってますので、そしても参考になれば幸いです。ぜひね、挑戦任務1から6まで今出してるんで、見てみてください。そして2週目の7、8ですね。そちらもまたアップする予定なので、そちらもよろしくお願いいたします。それではこの動画を終わりたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。